眼科医の平松です。今日は、ちょっといつもと違うんですけど、眼圧が7上がってしまう日常生活の習慣についてお話ししようと思います。今日の話、7眼圧が上がるってどういうことなの？そんな大変なの？って思う人もいると思うんで、眼圧というのは目の硬さ、圧力を言います。これが高いと緑内障になったり、目に負担をかけたりしちゃいます。だから、眼圧は基本低めの方がいいんですね。血圧と同じイメージと思ってください。だからこそ、緑内障になってる人は一番ですけども、近視があるであるとか、他の病気があるである人も、眼圧は低めに抑えておいた方がいいです。で、7ってどんなもんっていうと、正常10から20なわけなので、血圧で言うと70ぐらい眼圧が上がるイメージですかね。ってなると大変だなってイメージがわかると思います。今日の話を知らずに日常生活を過ごしてしまうと、日々あなたの目にダメージを加えていることになってしまいますので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。ちょっと今日の話は長めにお話ししますけれども、重要な話なので、あえてちょっと長めに重要な情報をいろいろお話しさせていただいているので、最後まで見ていただければと思います。じゃあ、実際私が水分を取った。実際に何をしたかというと、500ml のペットボトルのお水ですね。ですから、水飲むぐらいいいじゃんって普通思うんです。ジュースじゃないです。普通の水を飲んだ。にもかかわらず眼圧が7上がったっていうところで、それを実際に見ていただければと思います。右12。左が14です。ペットボトルのお水を飲んできます。一気とかではなく、無理せず、かといって短い時間、だいたい1分前後で飲んでいくつもりですんで、まず飲ませてください。およそ1分半ぐらい飲み切りました。ということで眼圧測ろうと思います。水飲んだ直後、右15です。水飲んだ直後、左16です。で、時間を追ってどんな感じの経過になるかを見ていこうと思います。はい、ということで5分後ですね。水飲んで5分後の眼圧を測りたいと思います。右16です。左18、結構上がってきましたね。はい、そんな感じです。では10分後ね、測定したいと思います。右17。左20。結構いきますね。はい、じゃあ20分経過ということでまた測定しようと思います。右17ってとこですね。左21。まだ上がるなって感じですね。これどこまで上がるのかな。ということで30分後の眼圧測りたいと思います。右17です。左21。まだちょっと高いのを維持してるって感じですね。また、追って少し次からは間開けて、アップしていきます。ということで45分次は経ちましたので、水飲んでからね、ちょっと眼圧チェックします。
右眼圧18です。左眼圧19。ちょっと下がってきた感じですかね。こんな感じでまたアップしてきます。で、ほぼ1時間ぐらいなので、もう一回、眼圧測っていこうと思います。右19ってとこです。左も19ってとこですね。なので、まだちょっと下がりきってないかなっていう感じです。まあちょっと今後見てきます。ということで、水飲んで1時間半の眼圧をチェックします。右18です。左も18です。それでは水飲んで2時間経ったので眼圧を測りたいと思います。右18です。左19です。ということで2時間半の眼圧測ります。右17。左17。ちょっと下がってきました。ということで、水を一気に飲んで3時間後になります。16。だいぶ下がってきました。19。もう一歩ってところですけどね。ということで、3時間経って、まあ下がってきたかなっていうようなイメージは持っていただけるかなと思います。ただ、もう一歩っていうところですね。ということで、私の眼圧は7上がったんですが、じゃあどんな推移をしたか、具体的に見ていきましょう。まず、いわゆる飲む前ですね、の眼圧が、右が12、左が14ってとこです。ちょっと低めですよね。で、左右差の2にある。これが、飲んで5分、たった5分で、眼圧が4上がりました。両目とも。だから、12は16、14は18っていう風に4ガッと上がったわけですね。4上がるのか、それでも大変だなと思うかもしれないけど、ここに話はとどまらないんです。そのまま行って、30分から1時間ぐらいの間で、両方、右も左も眼圧7上がったんですね。これってすごくないですか？そして、じゃあ一瞬上がったの？違うんです。そのまま眼圧7上がって、ちょっとは落ちてきたけど、だいたいそうですね、2時間から3時間ぐらいそれがダメージを残してしまっているっていうのが、今回私が水を飲んでみて分かったことです。別に水を飲むなんてね、皆さんもすると思うんですよ。500ml のペットボトルのお水を飲むなんて、そんなに変なことではないと思うんです。ただし、こんだけ眼圧が上がってしまったっていうのが、現実事実としてあるわけです。そんなこと言ったら水飲めないじゃんって思うかもしれないですけど、水を飲むなと言ってるわけではないんです。今回私がしたのが何が悪かったかっていうと、悪いと分かっててやったんです。あえて、どのぐらいダメージがあるのかなっていうのを実験というか、実感したくてやってみたわけなんですけど、何が悪かったか。それは、500ml のお水をたった5分で一気に飲んだことが問題なんです。一気に飲んだ。これが問題なんです。じゃあ、ちょびちょび飲めばいいんだよねっていうことがあるわけです。ということで、皆さん心配ですよね。じゃあ、ちょびちょび飲めば大丈夫って口で言われても実際データどうなのっていうことで、じゃあ、
コップ1杯のお水を飲んでみて、眼圧がどうだったのかっていうのを見てみてください。他の動画で 500ml の水を一気に飲むと眼圧がすごい上がるっていう動画を出しました。じゃあ、コップ1杯の水だったらどうなのっていうことで、今日は実験してみようと思います。まずはやる前の眼圧を測ります。右13。左16です。ということで、お水は前回と同じイロハス普通のお水ですね。特に味とか、糖分とかそういうのは全く含まれてない単なるお水になります。で、コップ。でこれは215入るやつかな。で、1杯。まあ、こんなもんですかね。お水を飲みます。じゃあこれで眼圧がどうなるか見ていこうと思います。飲んですぐの眼圧になります。右13。左16です。ではお水飲んで5分後の眼圧を測ります。右13。左16になります。でお水飲んで10分後の眼圧になります。右15。左17です。水を飲んでから15分後の眼圧になります。右16。左17になります。では水飲んで30分後の眼圧測ります。右16。左18です。水を飲んで45分後の眼圧になります。右15。左18です。水を飲んで1時間後の眼圧になります。右16。左17です。水を飲んで1時間半後の眼圧になります。右16。左17っていう数値です。水を飲んでから2時間経った時の眼圧です。右16。左17になります。ということで、私がコップ1杯のお水をちょびちょび飲んだ時はどのぐらいの眼圧なのっていうと、これはね、また別日に検査したので、元の眼圧が右13、左16ってまたね、これが違うんですけど、5分経った時も13、16、ほぼ変わらないです。さっきは5分で眼圧4上がりましたね。ほぼ変わらない。で、その後ちょっと2、3上がったりもしたりなんですけど、ちょっとこれは誤差かもしれないなってぐらいな範囲なんですよ。2ぐらいってまあまあ誤差でもあり得るところなので、まあ上がる可能性はある。コップ1杯の水でも。なんですけど、まあ誤差の範囲かなっていうふうに思ってくださっていいかなと思います。まあそれでもね、ちょっと分かったなっていうのはありますけど。じゃあなんで私はこんなに眼圧が上がってしまったかっていうと、実はですね、これね、タイプがあります。こういう風に水分を飲んで眼圧が上がりやすい人と、水分を飲んで眼圧が上がらない人がいるわけなんです。私は残念ながら水分を飲んだらガツッと眼圧が上がってしまうタイプでした。あなたがどうかは
わかりません。わからないんだけれども、気をつけとくに越したことはないですよね。だからこそ言えることとしては、500ml ぐらいの水分を一気に取ってはいけない。そうではなくて、200ml とか、100何十 ml とか、その程度に留めておいた方がいいよってことです。で、1、2時間空けてからまた飲むんであれば、いいでしょうっていうのが、今回言える結果かなっていうふうに思います。じゃあ、実際それはあなたの、いわゆる感想、実感だけですよね。実際のデータはどうなんですかっていうのもあるんです。つまり、私が今日勝手に言ってるわけではなくて、これっていうのは、もともと他の研究でもこういうことが言われているので、それを示したくて、実際に体を使って、体を張ってやってみたっていうようになります。例えばですね、2018年の論文。こちらから取ってきたものになりますと、203人の緑内障患者さんに対する研究で、水を飲むことによって眼圧がどう変わるかっていうのを示した研究になります。特に水分飲むと眼圧が上がるのは、閉塞開放偶角というのは緑内障にもタイプがあって、タイプによって違うんじゃないかと、もともとは言われていました。けれども、この研究で分かったこととしては、タイプによらず眼圧は上がる。ちなみに、この研究で上がった眼圧はだいたい4から5っていうような数字になります。なので、やっぱり妥当なところですよね。だから4から5ぐらいは、平均として上がるのかな。つまり私みたいに、上がる人と、そんな上がらない人を足し算すると、4から5ぐらい平均として上がるのかなってことになります。どういう人がそんなに上がらないのかなっていうのもこの研究はやってあるんです。一つは、緑内障手術、特にトラベクレクトミーの手術を受けている人は、この水分による眼圧上昇がほとんど起きてないです。チューブの手術の場合はね、あんまり、普通に上がっちゃってるみたいなんですけど、トラベクレクトミーはそういう意味でも比較的効果が高い手術だなっていうのはわかります。もう一点が目薬です。今回の研究では、キサラタン、ラタノプロストの目薬ですけど、この系列の目薬であれば、少なくともこの水分による眼圧上昇はある程度抑えられるんじゃないかっていうのが分かってきております。もう一回まとめると、私のね、実感値で言うと7なんだけれども、研究ベースで200人ぐらい、203人の対象の研究で言うと、緑内障患者さんでだいたい4ぐらい。4から5かなぐらい眼圧が上がります。で、眼圧が上がってくるのはだいたい30分でバーッと上がってきて、1時間ぐらいはそれを維持してっていうところが、この研究になります。健康な人だったら問題ないの。つまり、緑内障がなくて近視があって、まだ緑内障ボーダーラインと言われてるとか、問題ないって言われてる人はどうなのっていう研究もあるんです。2018年か。の研究があるんですけれども、16人の健康な人に、これは1リットルのお水、結構多めですね。で、やっていただくと、この場合は、さっきの緑内障の人ほど上がらないんです。2ぐらい平均で上がった。っていうような、結果が出てます。なので、さっき言った誤差範囲とも言ってもいいけど、ちょっと上がるのかなっていうようなイメージと思っていただければと思います。だから、健康であれ、そうでなかれ、水分を取ると、比較的眼圧というのは上がりやすい。だからこそ、大量の摂取は良くないと。じゃあ、何が良くないのか。これね、僕も思ったんですよ。例えばね、一瞬7上がるのと、4ずっと上がってるのと、どっちが悪いのっていうのは気になりません？これ僕が気になったことなんですよ。でもちろんね、上がるのは良くないですよ。だから上がんないのが一番なんだけども、上がる数字が7と4だと、インパクトとしては7が悪いだけですよね。でも、現実、ある研究では、そんなことよりは、どのぐらい維持しているのかが重要っていうのは最近分かりました。2022年の研究で分かったことは、49人の緑内障患者さんについて、98がんの患者さんについてやってみると、MD 値、つまり視野の悪さがどのぐらいこの水分の眼圧の上下に影響しているかっていうのを調べた研究があります。それによると、MD 値、つまり悪さはピークの数字にはそんなに影響してないってことです。なぜかというと、7上がったって言っても一瞬だったらそんなに目に神経のダメージ来ないんですよ。だから重要なのはどのぐらい維持するかってことが重要になっちゃいます。それも上がったのがね、もう本当に1とか2の誤差がちょっとずっと維持するのはいいですよ。なんだけど、4とか5とかのが維持してしまうのが良くないっていうのが、今回研究として上がってきたっていうことになります。
これをまとめて、たくさんの情報今、頭に入ってちょっと分かりにくいって思うと思うので、もう一回まとめます。もう一回まとめると、私が水分を飲んで上がった眼圧は7にです。一瞬で4上がって、その後7ガッと上がって維持したっていうね。で、下がってきたっていうのが3時間ぐらいね。一方で、普通の水分量、コップ1杯ぐらいだと2、3上がるかどうかなっていうぐらいで、1時間ぐらいで落ちてきてっていう感じのイメージになってきます。なので、維持してる時間も、維持してるピークも明らかに 500ml 飲んだ時の方が大きい。まずこれを分かってください。これは私のね。で、他の研究でも言えることとしては、一般の人でも、緑内障とかない人、僕もね、ないんですけども、体質的にね、両親も緑内障なので、緑内障になりやすいタイプなので、いわゆる眼圧上がりやすいタイプみたいなんですよ。で、一般の人でもだいたい2ぐらいは、上がっちゃうだろうと。で、緑内障ある人であると、だいたい4、5ぐらい、水分の取り方次第では上がっちゃいますよ。じゃあ、どうすればいいのっていうと、一つ目は、私が実験でやったように、コップ1杯程度の水に抑えておいて、で、1時間とか間を空けて水分を取ってくださいというのが1番目。2番目としては、ちゃんと目薬をしておくってことですね。キサラタンとかの PG とか、そういう目薬をしていくと、こういうアップダウンがないみたいです。つまり、私はそれを使っていないから上がっちゃったっていうところもあるかもしれないです。はたまたそれでも悪くなる人の場合は、緑内障の手術、トラベクレクトミーなどをすると、こういうピークを抑えられるっていうことが分かっています。なので、水分取るなじゃなくて、水分はちょびちょび、むしろ喉が渇く前に、早め早めにちょびちょびちょびと飲んでおくことがあなたにとって非常に重要であるってことは分かっていただけるといいと思います。そして他の動画でも言っているんで、これは追加で言っていくことなんですけど、水分はできる限りやっぱり水とかお茶とかそういうものの方が好ましいです。もちろんコーヒーも悪くはないけれども、コーヒーであれば1日3杯程度に抑えていただくのがいいです。お酒っていうのもやっぱり血管系のダメージを与えてしまうので、できる限り控えて、とはいえちょっとぐらいはいいでしょうという感じになります。スポーツドリンクはっていうと、これは糖分が高くなって血糖値がバッと上がってしまいます。これに関して言うと、血糖値が上がることによるダメージもある。水分でもダメージ。血糖値でもダメージになってしまうので、基本的にはスポーツドリンク的なものは激しい運動をした人や筋トレ、有酸素などをした人に限ってはいいと思いますけども、そうでない人に限っては、普通の普段で飲むのはあまりお勧めしない。それはスポーツドリンクだけじゃなくて、エナジードリンクであるだとか、いわゆる清涼飲料水ですよね。ジュース。じゃあ、100% 果物とか、野菜ジュースだったらどうなのっていうと、これもね、やっぱりね、血糖値は上がる傾向にあるので、1日の中で摂取しても悪くはないけども、制限ある程度かけた方がいいです。果物や野菜が本当にいいのは、一つは繊維なんですよ。例えばリンゴジュース飲むのと、リンゴを食べるんだと、リンゴだと繊維質っていうのがありますので、血糖値の上昇は緩やかになるので、できれば固形のまま取っていただいた方が、本当は好ましいっていう風に思っていただけるといいかなっていう風に思います。ちなみに、今回のはさらに重要な要素があるんですよ。たくさん重要な要素があって申し訳ないんだけれども、もう一つ重要な要素としては、日内変動といって、目の硬さ、圧力って1日の中ですごく変わるんです。朝、昼、晩で変わってきて、よく診察の時にあなたの眼圧はいくつですよってお話しします。でもこれって日常のあなたの眼圧をそんなに反映してないってことが分かってます。実際、あなたが診察に来た時の眼圧が1日の中で一番高い確率は何割ぐらいと思います？ 5 割ぐらいでもないんです。3割です。つまり、7割の人は診察の時に来た眼圧を朝に来ようが昼に来ようが夕方に来ようが大して高くないんですよ。寝てる時、朝起きた時、特に寝てる時が多いんですけど、の眼圧が高いんです。だからこそ、こういう普段の水分とかそれは気をつけなきゃいけないし、ちなみに夜間とかそういう風に眼圧の上下が一日の中でも大きい人というのは、今回の水分を取った時もかなり上下すると言われています。だから、ある施設とかでは
1日の眼圧を測るのはちょっと無理だよね。だから、代わりに 500ml のペットボトルの水飲んで、あなたの眼圧がもし上がったら、きっとあなたは24時間の眼圧は上がってるよねっていうようなお話になるんですよ。というぐらい24時間も反映してるし、水分の取り方も反映してしまうので、非常に今日の話は重要な話になってきます。ちなみにが多くて申し訳ないけど、24時間の眼圧の測定とか、そういう方法については、また別動画でそれはご紹介しますので、それもぜひぜひ見ていただいて、眼圧というのはいかに重要か、そしてそれって結構いろんな医者が説明してない要素がたくさんあるんですよ。今日の動画の説明って多分私の動画を見ている人は、前も聞いたことあるよって思いましたよね。でも私の動画を初めて見た人にとってみると、そんなこと全然医者に言われたことないんだけどって内容だと思います。実際多くの研究は出ているものの、臨床現場ではなかなか説明されません。なぜか。この話をするとわけわからなくなりません？だって診察かかってるのの眼圧の高いのって3割ですよ。行く意味ないじゃんとかって思われちゃったりとか、患者さんに1日の中の眼圧の変動の説明したりとかってかなり難しいんですよ。この動画を見ているあなただから理解してくれると思って私はお話ししてますけれども、あまり理解がない人が今日の話を聞いてしまうと、なんか水分なんか取っちゃいけないよって勘違いしたりすることがあるので、あなたはね、理解してくれると思うんですけれども、そういう意味でも医者は言ってないし、かつ、それを言ってしまうと、なんだか診療の時の眼圧の意味はどうなのって言われちゃいかねないので、なかなか、言いづらいところもあるのかなっていうふうに思います。これ言っちゃってね、逆に怒られることもあるかもしれないですけども、ぜひその時は助けていただければと思います。こんな感じでね、この情報すごく重要なので、もう一回まとめさせてくださいね。要は眼圧は水分 500ml 取るだけで7ぐらいバンと上がってしまう。それも5分で4ぐらいバッと上がるぐらいすごい。そして1杯のコップだったら問題ないっていうことが考えられます。そしてできる限り上げないためにはちゃんと目薬をすればあんまり上がりにくい。特にプロスタグランジン系の目薬とかはそうじゃないかっていう研究があると。あとは手術ですね。もう効果があると。もう一つがただ水分取るときも水とかお茶はいいけれども、コーヒーは3杯までにした方がいい。お酒は控えめに。そして、例えば甘いもの、ジュースとか、清涼飲料水、エナジードリンクとかはできれば避けた方がいいね。そして、野菜とか果物のジュースぐらいいいんじゃないって思いきや、あれも結構血糖値上げてしまうので、それは注意していただければと思います。血糖値に関しては、また別動画で詳しくお話してるんで見ていただければと思うんですけどね。で、最後に、やはりそれは1日の日内変動、あなたの1日の眼圧上下と大変関係しているので、ちょっとそれも分かっていただければと思います。こんな感じの内容はこの本にも書いてありますんで、それも含めて、今後とも私の動画、チャンネル登録して見ていただければ、あと、高評価ボタンを押していただいて、もし今日のことに、ちょっとでも良かったよって言ったら良かったって一言でもいいので、コメントいただけると励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。